蓄電池の売り上げが2035年に約5兆円って攻め方えぐいじゃん。 AI のデータセンターまで相手にするなんて電池の守備範囲が広すぎるのだ。じゃあ最初はその電池の話からいくわよ。どこまで伸びるつもりなのか見ものね。2035年に蓄電池関連の売り上げを約5兆円まで伸ばすってかなり大きな目標なのだ。5兆円はさすがに桁が違うわね。数字だけでちょっと目が回るわ。しかも相手が AI 向けのデータセンターって車だけの話じゃないのが意外じゃん。電池って車に積むものくらいしか思ってなかったのだ。でもデータセンターって止まると困る場所だものね。裏側で支える需要は強そうよ。サプライチェーンは材料を集めて作って運ぶ流れ全部のことだよ。そこを広げたいって話じゃん。なるほど。電池そのものだけじゃなくて作る道筋ごと固めるのだ。拡大、エクスパンションって感じね。市場が伸びるなら先に抑えた方が強いわ。急に黒い言い方するじゃん。でも取りに行く空気はあるよね。世界の蓄電池市場も2035年までに今の2倍くらいになる見込みなのだ。その流れなら日本側がのんびりしていたら置いていかれるわ。全固体電池は液体じゃなく固体を使う次世代電池だよ。 EV の走行距離を伸ばしやすいのが強みじゃん。 EV は電気で走る車のことなのだ。充電の不安が減るならかなり便利そうなのだ。2030年頃の本格実用化を目指すなら材料も工場も一緒に育てないと厳しいわね。前に2030年の世界シェア 20% 目標も出していたし、今回はその続きっぽいのだ。みんなは電池で先に伸びそうなのは車と AI どっちだと思う？アーシは両方ありそうって似てるじゃん。私は見えにくい場所にお金が集まる方が気になるわ。派手さはなくても強いもの。僕はずんだ餅を長持ちさせる電池にも期待したいのだ。次は沖縄の台風6号に関する話なのだ。停電復旧の作業中に事故が起きたのだ。作業員の男性が意識を失ったってかなり心配ね。2日午前8時50分頃家村東上で通報があったよね。消防によると搬送された時も意識がなかったそうなのだ。近くで作業していた40代の男性も手にやけどをしたのね。当時は電柱から垂れ下がっていた電線の復旧を3人でやっていたみたい。台風の後って見えている範囲だけで安全かどうか判断できないのだ。電線周りは特に危ないわ。触れない、近づかないが基本ね。停電してると早く直したくなるけど焦げると一気に危険が増すじゃん。見た目が大丈夫そうでも勝手に動かさない方がいいのだ。こういう時は自分で片付けず電力会社や自治体の案内を待つ方が安全よ。復旧は速さも大事だけど手順を飛ばさないのがもっと大事だよね。警察は男性が感電したとみて当時の状況を調べているのだ。台風後は切れた電線や倒れたものにむやみに触らない。これだけは覚えておいてほしいわ。みんななら停電が起きた時にまず何を確認する？アーシは周りの安全を見てから動くかな。無理に動くより足元と頭上を気にする方が先なのだ。急ぐ場面ほど一旦立ち止まる判断がいるわね。こういう時って早く直したい気持ちと安全確認がぶつかるよね。台風6号は3日にかけて東海や関東へ近づく見込みなのだ。避難の準備は早いほどいいわね。後で慌てるのはしんどいもの。専門家はハザードマップだけじゃなく時系列情報やキキクルも見てほしいって話だよ。キキクルって名前は可愛いのに中身はかなり本気そうなのだ。気象庁が出す今どこがどれくらい危ないかを見るものよ。時系列情報は危険が高まる時間帯を追いやすいの。つまり地図で場所時間の流れでタイミングを見る感じじゃん。数字だけ見て動くんじゃなくて場所と時間をセットで見るのが大事なのだ。そう、土砂災害でも同じ。避難でもやり方が変わるからね。崖崩れなら崖から離れて少しでも高い場所、土石流なら谷から直角に離れるのが基本だよ。同じ山の近くでも逃げ方が一緒じゃないのだ。だからハザードマップで
どんな災害を想定している場所か先に見るのよ。過去の土砂災害でも、危険が示されていた場所で被害が出たケースが多かったんだって。普段の道でもどっちに逃げるかを決めておくと全然違いそうなのだ。浸水が始まっているなら無理に移動しない方が安全な場合もあるわ。水がある道は見た目以上に危ないことがあるからね。車でも歩きでも流れが強いと本当に怖いのだ。場所によっては建物の中に留まる判断が大事になるわ。ハザードマップ、最後に見たのいつ？あーしは雨が強くなる前に見直したくなるじゃん。今のうちに見ておけば迷う時間を減らせるのだ。家族で同じ地図を見ておくといざという時に強いわね。ちょっと豆知識を一つ。経産省って今の名前になる前は通産省だったのよ。そんなに前から形が違ったのだ。2001年の中央省庁再編で通商産業省を改組して今の経済産業省になったの。英語では METI ね。経済も産業もエネルギーも見るってかなり守備範囲広いじゃん。そう。民間の活力や鉱物資源とエネルギー資源の安定供給まで所管しているの。だから電池みたいな話にもちゃんとつながってくるのだ。前の通産省はマイティ MITEI なんて呼ばれたこともあって存在感が強かったのよ。名前だけじゃなくやってることもかなり大きかったんだね。概要欄にもリンクがあるから必要な人は見ておきなさい。今日の中で一番気になったのコメントで教えて。電池も台風も先に備えるのが大事なのだ。じゃあまた次回ね。